ハラヘリヘリハラ、バンダイ SH フィギュアーツスーパーサイヤ人孫悟空伝説のスーパーサイヤ人の紹介になります。いや、このフォルムの悟空ずっと待ってましたね。いかにも最終決戦って感じがしてずっと欲しかったんですよね。でね、数年前に同じような感じのやつ発売されてはいるんですけども、それとは造形違いますし、何より今の技術でね、このフォルムを発売していただけるっていうのは非常に嬉しいんですよ。でね、何よりこのフィギュアーツってドラゴンボール以外にワンピースとかあとナルトとか出てると思うんですけども、このドラゴンボールだけは出来の良さで一線を画してるような気がするんですよね、個人的に。よし、開けていきますよ。おお、すっげえなバルク。どんな感じだ？持った感じ。やっぱ出来いいな。よし。お、すっごいバルク。ナイスバルクですね。では中身の方をすべて取り出したいと思います。ではまず頭部の方を見ていきましょう。いや、素晴らしいですね。ドラゴンボールのフィギュアーツ、先ほども言ったように出来はめちゃくちゃいいんですけども、出るたびになんか進化しているような感じがしますね。原作を地で言ってるような感じがするんですけども、この髪の毛の黄色もグラデーションかかった塗装になっていて、見栄えめちゃくちゃいいですね。いや、むっちゃかっこいいっすね。フィギュアーツっていろんな表情パーツがつくことが多くて、この仕様個人的にめちゃくちゃ嬉しいんですよね。で、髪の毛この部分取り外すことができますので、ちょっと顔見えやすいように外しています。そんな表情パーツの一つであるニヤリ顔ですね。いや、これも出来いいっすね。サイヤ人って戦う相手が自分より力量が下って感じると、こういう顔で舐めプレイするんですよね。それが結構悪い結果を招くことになるんですけども、はよ倒せやと思うんですけども、いや、これも出来素晴らしい。こちらは食いしばり顔ですね。作中劇中この表情が一番見るんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ出来いいです。アクションポーズさせるにはこの表情は最適ですね。攻撃するときとか、あとやられてるときとかね、攻撃受けているとかにも使える表情だと思います。そしてこちらが最後の叫び顔ですね。いや、この表情一番好きですね。あらゆる場面で使えそうですね。で、この瞳の位置、そうなんですよ。こういう表情で口を開けているパターンって過去に何度かあったんですけども、このなんていうんですかね、三白眼気味で描写された叫び顔、これが欲しかったんですよね。いや、念願叶いましたね。先ほど外したこの前髪のパーツ、別の表情がついたやつもう一つついてまして、取り付けるとこのように逆立ったような感じになって躍動感あるポーズをつけるときに役に立ちます。さらに髪の毛のパーツ、こんな感じでもうセット入っていまして、こんな風に丸ごと付け替える感じです。付け替えるとこのような感じになって、先ほど少し垂れていた前髪、それすらも後ろに行ってフルパワーって感じですね。例のシーンを再現した頭部パーツになると思うんですけども、躍動感が跳ね上がりますね。この髪の毛パーツ、この部分が外れるんですけども、先に紹介した2パターンの前髪、これはね、互換性は多分ありませんね。つかないことはないですけども、こんな風に隙間が空いてしまいますし、この最初の前髪に至っては多分つかないと思うんですよね。互換性はないと思われます。こちらは結構前に発売された超戦士覚醒バージョンっていうやつだったかなになると思うんですけども、それと比べましても筋肉量が全然違いますね。物語的にはまずこっちでさらにバトルが続いて、こんな風にさらに道着がボロボロになるって感じなんですよね。顔の出来なんですけども、こっちも決して悪くはないんですけども、今回の方がより原作に近いですね。近いというか原作まんまですね。もう完璧と言ってもいいでしょう。フリーザ戦の中盤から終盤にかけてのスタイルですね。首が太くて埋まっているように見える。ここは好みが分かれそうですね。そしてこのメロン肩、いつか自分もこうなりたいですね。
悟空はめちゃくちゃ食べるんですよね。めちゃくちゃ食べてめちゃくちゃ動く。やっぱ食べなきゃダメだな。難しい。可動範囲いきましょう。まずは頭部、頭と首の付け根でそれぞれ可動軸ありまして、後ろはここで、前はここでボールですね、ぐるりと回れて、このように傾きも取れる。肩と腕の可動はこのように肩そのものでぐるぐる動きますね。横へはこれぐらいいってぐるりと一周はもちろんできて、二の腕バイセプスでぐるりと回り、肘がここまでいきますね。で手首は接続はこんな感じですね。よいしょ、こんな風に動くと。上半身の方は胸と腰でそれぞれ接続ポイントがありまして、後ろへはここぐらいかな。で前はここでこの胸のあたりでこんな風にできて、腰でもこんな風に動いてひねることも可能と。下半身の可動はまずこの帯の結び目、ここでこんな風に動きます。で股関節引き出し機構が若干ありますね。若干あります。で引き出した状態で前はここまでいけて、後ろへはここまでいきますね。で股割りはこれぐらいいけて、で接続はこんな感じで、足の付け根とももこのように動きますね。で膝がここまでできて、ブーツでロールはないですね。で足首後ろへはこうで、前へはこうで、つま先こうで、このように傾きも取れると。手首パーツは表情がついた開き手が5種類左右分。カメハメハエフェクトパーツ、長いのが2本と短いのが5本。長い方を大きい穴へ、短い方は小さい穴へ、そしてポッチがついた手首パーツにつけてあげると完成。サイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、終わります。今回もありがとう。バイビー。